皆様こんにちは、セリナです。今回は1月1日発売の数量限定の10色アイシャドウパレットと1月20日にリニューアルをして話題になっているアディクトリップマキシマイザーを使って春メイクを2パターンご紹介していきたいと思います。アイメイクとリップの組み合わせはもちろん、今回はベースメイクから春におすすめのメイク方法でフルメイクをご紹介していきますので、少しでも参考になれば嬉しいです。こちらのチャンネルではメインチャンネルでご紹介した新作アイテムなどの別の使い方やもっと踏み込んだ比較などの動画を上げておりますので、気になった方はぜひサブチャンネルもチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。それでは下地から塗っていきたいと思います。使用していくのはこちら、プレステージホワイトルプロテクター UV シアーグローです。こんな感じの程よい血色感も与えてくれるようなピンクカラーで、ツヤも出るタイプなので、春らしい艶やかで明るい肌に見せてくれます。テクスチャーも伸ばしやすく、肌表面をつるんと仕上げてくれます。紫外線が気になりだす春先にも日焼け止め効果がしっかりと入っているので使いやすいです。こちら側半分に塗ってみました。血色感と柔らかい肌に見せてくれて、顔を動かすたびに肌が面でツヤっと光るようなツヤ感もプラスしてくれます。このくらいのつるんとしたツヤ肌はトレンド感もありつつ、春らしい明るさも出してくれて、春メイクとの相性もぴったりですよね。続いてファンデーションです。ディオールスキンフォーエバークッション。カラーは標準色の 2N を使用していきます。こちらは通常パッケージですが、現在こちらの限定のレオパード柄デザインも発売されています。こちらのファンデーションはカバー力も高く、どちらかというとセミマット寄りの仕上がりですが、今回肌にも春らしい軽やかさを出していきたいので、こちらのディオールのファンデーションブラシを使って塗っていきたいと思います。こういった目の細かい少し硬めのブラシでタップするようにつけていくと、しっかりとカバーもしつつ、程よいツヤも残したまま、少量でファンデーションを仕上げることができるので、しっかりカバーしてくれるタイプのファンデーションを軽やかに仕上げたいという時は、ブラシ塗りもおすすめです。一度塗りだとこんな感じで、かなりナチュラルですが、ちゃんと赤みや色ムラなどの肌トラブルはカバーしてくれますよね。気になる部分は何度かタップするように重ねていくと、よりしっかりとカバーしてくれます。はい、ファンデーション全顔に塗ってみました。しっかりとカバーもしつつ、滑らかなツヤも感じるような肌に仕上がったかなと思います。春は比較的明るいカラーのアイシャドウやリップなどが多いので、肌の色ムラなどをしっかりとカバーしてあげると、より綺麗にカラーが映えてきます。でも、厚ぼったい肌に仕上げてしまうと、春らしい軽やかさが失われてしまうので、カバーもしつつ、滑らかなツヤ肌に見せるところがポイントです。続いてこちら、ディオールバックステージフラッシュパーフェクターコンシーラー 2N を使っていきます。こちらは目の下に明るさ出しとして使っていきます。人気のフォーエバーコンシーラーはもう少しカバー力が高い感じですが、昨年発売されたこちらのバックステージコンシーラーは、カバーもしつつツヤがすごく綺麗なので、ファンデーションのツヤ感を消さずに、さらに目元に明るさを足したい時などに使いやすくておすすめです。余ったものをまぶたの上にも乗せて、まぶたのくすみも飛ばしておきます。気になる部分のカバーにもちゃんと使えるので、ツヤ感を残しつつカバーしたいという時にも使いやすいコンシーラーです。続いてフェイスパウダーはディオールスキンフォーエバークッションパウダーの3つエディション数量限定品のローズのカラーを使っていきます。こちらも1月1日発売の数量限定品ですが、現時点ではまだ公式のオンラインブティックでカートに入りました。もともとディオールのクッションパウダーは、既存のアイテムも粉感を感じさせない微粒子のパウダーがすごく綺麗だなと思いましたが、今回の限定は既存のパウダーよりもさらに粉感を感じにくく、顔全体がギラギラになってしまうほどではないですが、程よいラメがパウダーを塗っていない時のような程よいツヤも残してくれるところがものすごく綺麗だなと思って、個人的にも特におすすめのアイテムです。今こちら側に付属のパフでしっかりとパウダーをのせましたが、パウダーなしの方と比較しても
ちゃんとファンデーションの程よいツヤは残しつつ、微粒子のパウダーで毛穴を埋めてくれていますよね。アップで見てもラメが悪目立ちする感じや粉感を感じさせないので、ファンデーションの仕上がりを変えずにフェイスパウダーで毛穴をきれいに見せたいという方にとてもおすすめです。このパウダーは定番化してほしいくらいすごく綺麗だなと思いました。続いてハイライト入れていきます。ディオールスキンフォーエバーアクチュールルミナイザーの02番ピンクグローです。こちらはパールのツヤが綺麗なタイプのハイライトですが、ラメがギラギラしてしまうという感じではないので、こんな感じで顔を動かした時にツルンとしたツヤが出されて綺麗です。このまま鼻筋や額などの顔の中心にも光を集めるように入れていきます。シェーディングはいつものアイテムを使っていきます。ベースメイクでツヤ感と柔らかさを出した分、しっかりとシェーディングで輪郭を引き締めていきます。ちょうどこの輪郭と顎下の境目に影を入れると、こんな感じで自然に顔の形をシャープに見せることもできて、境目がはっきりしてしまったり失敗することが少ないので、シェーディング初心者の方はぜひこの位置にも入れてみてください。その他顔型に合わせて頬骨の下などもしっかりと入れていきます。はい、まずはこんな感じでベースメイクの完成です。淡い柔らかいカラーが多くなる春コスメには、カラーとのギャップが強くなりすぎない柔らかくて明るい少しツヤを感じる軽やかな肌が合わせやすいですが、春色をより綺麗に見せるのには赤みや色ムラなどをしっかりとカバーしておくこともポイントになるので、カバー力の高いファンデーションをしっかり使いつつ、下地やパウダー、ハイライトで程よいツヤ感や軽やかさを出すと、どちらも両立することができます。肌作りから春らしさを出すと結構印象も変わるので、ぜひお試ししてみてください。続いてアイブロウを仕上げていきたいと思います。アイブロウはディオール製品ではなく普段使っているアイテムでご紹介していきたいと思います。私はいつもまずペンシルでこの眉頭の下側をしっかりと描いていきます。ここを描くことによって骨格の部分から眉がつながって自然に生えてるように見えるので、眉の生え始めの部分を足すだけで自然で綺麗な眉に見せることができます。いつも使っているのがこちらのクリニークのペンシルですが、こちらはちょうど昨年廃盤になってしまって、まだ新しいアイテムをチェックできていなくて、なんでこのアイブロウが使いやすいかというと、細すぎず太すぎずの平たい形状で、一本一本毛を足していくように描くというよりも、こういった部分に自然な影をつけていくような感覚で描くときにすごく調整がしやすくて、こちらを愛用していました。デパコスのアイブロウペンシルは最近は特に極細タイプのペンシルが多いので、なかなかこういったちょうどいい太さのアイブロウを探すのが難しいので、また新しいペンシルに切り替えたら改めてご紹介できればと思います。今回は春らしいイメージに合わせるためにストレートっぽい形にアーチの丸みを意識したような形で描いていきます。こんな感じで眉の輪郭を取ったら、イプサのアイブロウクリエイティブパレットで眉全体を整えていきます。はい、それでは今回のメインであるアイシャドウパレットを使ったアイメイクをご紹介していきます。こちらのアイシャドウパレットには、ディオールにしては珍しいコーラル系のニュアンスも楽しめつつ、春らしいレッドやピンクのアイシャドウも楽しめるパレットなので、まず1つ目のパターンは、コーラル系のカラーをメインに使ったメイクをご紹介していきます。まず上段の左端のカラーを指に取って、アイホール全体にベースとして塗っていきます。次に塗るカラーの発色が結構しっかりめなので、このツヤを仕込んでおいて、発色を抑えていきます。続いて上段右端のカラーをディオールのバックステージアイシャドウブラシの L に取って、目の際から目を開けた時にカラーが見える位置までしっかりと発色させていきます。発色の濃いタイプのアイシャドウですが、ベースにツヤカラーを仕込んでいるのと、こういった太めのブラシを使っていくと、ふんわりと綺麗に全体にカラーをのせることができます。こちらのカラーがオレンジ味を感じるブラウンで、
春らしいけれども、今年のトレンドっぽいくすみ感も残したカラーで素敵ですよね。続いて下段の右端のカラーをアイシャドウブラシ S にとって、上まぶたの目尻3分の1に締め色としてレッドを使っていきます。この深みのあるオレンジとレッドのカラーの組み合わせがディオールの上品さを演出してくれます。今回のパレットは深みのあるカラーも入っているので、組み合わせ方によって一年中楽しめそうですよね。最後に中央の右のカラーをブラシにとって下まぶた全体に入れていきます。アイラインはブラックのものを使って、マスカラを塗る前だとこんな感じです。この上からさらに今回復刻として発売された限定色のカラーマスカラを使っていきます。昨年の秋コレクションに発売されたブリックレッドのカラーで、1月1日のコレクションと同時に復刻をしました。本編のレビューの時に合わせてご紹介できなかったので、今回使用してみます。はい、1パターン目。コーラル系のカラーをメインにしたアイメイクが完成しました。やはり限定のレッドマスカラと組み合わせると抜け感が出るので、一気に今っぽいメイクに見えますね。ベースにツヤ感とラメ感のあるカラーを仕込んだり、下まぶたにもコーラル系を発色させているので、春らしい明るさはありますが、今回は深みのある2色をメインに上まぶたでグラデーションを作ったので、春らしいけど深みがあって、どこか大人っぽい印象も楽しめるメイクに仕上がったかなと思います。続いてこちらのパレットはチークにも使用できるとのことでしたので、チークとしても塗ってみたいと思います。今回メインに使ったこちらのカラーと、発色がしっかりとしているので、調整する意味でこちらのツヤカラーを足していきたいと思います。アイシャドウとして塗った時はかなり発色が濃い印象でしたが、ツヤカラーと混ぜたからか、意外とこんな感じでカラーがくっつきすぎる感じもしなくて、程よい深みがあって可愛いですね。チーク使いをするとよりブラウンのニュアンスが引き立つので、さらに大人っぽさがプラスされます。はい、チーク使いしてみました。発色が濃いカラーとラメ感をしっかりと感じるカラーを組み合わせて塗ってみましたが、粉質としてもラメが悪目立ちしてしまう感じもしなくて、程よいツヤを与えてくれて、チーク使いにも向いている粉質だなと感じました。そしてこのアイメイクに組み合わせるリップはこちら。アディクトリップマキシマイザーの038ローズヌードのカラーです。目元はカラーをしっかりと使ったので、リップはヌーディーカラーで調整していきます。038番組み合わせるとこんな感じです。これだけでもツヤ感があって可愛らしいですが、さらに上から1月1日発売の限定コレクションのルージュディオール225番のベージュタフタメタリックを出していきたいと思います。こちらもまだ公式オンラインブティックでカートに入りました。さらに上から足すことでゴールドのきらめきを足して、コーラル系の目元とのバランスをとっていきます。ツヤが足されてすごく可愛いですよね。はい、こんな感じで限定パレットとマキシマイザーを組み合わせたメイクの1つ目、コーラル系をメインに使ったメイクが完成しました。目元はしっかりと深みのあるカラーとカラーマスカラも合わせて使用したので、チークとリップはなるべくヌーディーなカラーになるように全体をまとめてみました。リニューアルされたマキシマイザーはグロスというよりもリキッドリップのような質感なので、マキシマイザーをベースに塗って上からスティックタイプのリップを重ねてツヤ感を出すこともできたので、より使い方の幅が広がったなぁと感じました。今回アイシャドウパレットを初めてチーク使いもしてみましたが、チークとしても使いやすい粉質だったところはすごくいいですよね。リップのツヤ感が春らしさをさらに強調してくれています。では、ベースメイクとマスカラはそのままで、2パターン目のメイクご紹介していきます。2パターン目はピンク系のカラーをメインに使ったメイクです。まず下段の左端のカラーを指に取って、アイホール全体にベースとして塗っていきます。先ほどのルックでベースに使った上段の左端のカラーよりも、今塗っているこちらの下段の左端のカラーの方がラメというよりもツヤ感が出るようなタイプです。
続いて上段のこちらのカラーを指に取って、上まぶたの目の際から目を開けた時にカラーが見える位置まで塗っていきます。一見暗そうに見えるカラーですが、意外とまぶたの上にのせてみると明るめなので、一気に春らしくて可愛らしい雰囲気に見せてくれるカラーです。続いて下段のこちらのカラーをブラシに取って、上まぶたの目の際に締め色として塗っていきます。この少しパープルがかった赤みのカラーが色っぽさを出してくれてとても可愛いです。ディオールはやはりこういった青みがかったカラーが得意ですよね。最後にこちらのカラーを指に取って、黒目の中心にトントンとカラーを入れた後、そのままブラシにも取って下まぶたにものせていきます。少しくすみ感も感じるようなカラーなので、落としっぽさを出していきます。はい、アイシャドウだけの状態だとこんな感じです。そしてアイラインはこちら、ディオールショーオンステージライナーウォータープルーフの866サテンマルーンを使っていきます。上品なバーガンディ系のカラーで、少し目元にパープルのニュアンスを出していきます。はい、2パターン目のアイメイク完成しました。アイシャドウ、マスカラ、アイラインと全て同系色で揃えましたが、アイシャドウは春らしいピンク系、アイラインはパープルニュアンス、そしてマスカラはレッド系など、同系色の中でも様々なニュアンスをプラスしてみました。ベースと上から重ねたツヤカラーがより春らしさが出ていて可愛いと思います。そしてチークは下段の左のカラーとこちらのカラー合わせていきます。チークは少しパープルの深みを感じるようなカラーを作っていきます。下段の左のカラーがツヤが出るので、このカラーチークとして使うのすごく綺麗ですね。はい、チークを入れるとこんな感じです。下段の左下のカラーと組み合わせるとこんな感じのハイライトいらずのツヤチークが楽しめるので、春らしい雰囲気のアイメイクとも相性がぴったりですね。そして最後、リップはまずこちらの限定色200番のヌードタッチサテンを塗っていきます。そして最後に上からアディクトリップマキシマイザーの003番ホログラフィックラベンダーを重ねていきます。はい、こんな感じで2パターン目。ピンク系のカラーをメインに使ったメイクが完成しました。目元とチークは同系色でまとめて、最後リップはベースにヌーディーカラーを仕込むことで全体がピンクに寄りすぎないようにバランスをとってみました。この2色の組み合わせすごく絶妙なカラーになってとても可愛いです。先ほどとはまた違った印象のメイクに仕上がったかなと思います。はい、ではこんな感じで1月1日発売の数量限定10色アイシャドウパレットと1月20日にリニューアルをした話題のアディクトリップマキシマイザーを使った春メイクをご紹介していきました。今回のパレットはアイメイクとしてももちろんですが、チークとして使った時もものすごくカラーが綺麗で、特に2パターン目のルックでご紹介したこちらのカラーは他のカラーと混ぜて使用するとハイライトいらずの綺麗なツヤを出してくれるので、チーク使いにもすごくおすすめです。今回ご紹介した限定アイテムは全て現時点ではディオールの公式オンラインブティックでカートに入りましたので、気になった方はぜひ新作のリップと合わせてチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。